皆さん、はじめまして、ナイルブラボーでーす。はじめまして、皆さん、はじめまして。ようやく挨拶することができますよ。こうやってみんなの前でね。音とか声とか大丈夫かな？多分、大丈夫なはず。いやー、ごめんよ、みんな。ほんまは去年な、頑張ってデビューするつもりやったけど、前に会えへんかった。ごめんなさい。さあ、早速。自分の自己紹介とかいろいろなもろもろやりたいこといっぱいあるから順番に進めていこうかなと思います。ちなみに声がイメージ通りって人じゃなかったらごめんよ、こんな声でしたごめんよみんな。はじめまして皆さん、ナイルブラボーです。さあ、じゃあどっから説明しよっかな。まあ自己紹介ね。ぶっちゃけみんな自己紹介知りたい？あんまり正直自己紹介どうでもいいって思ってるタイプなんやけど、どうやろみんな知りたいかな。とりあえず名前とか必要そうなことは一通り言ってみるか。まずは私のお名前。さっき聞いたけどもう一回。はじめまして皆さん、私の名前はナイルブラボと申します。唐揚げとゲームが大好きなあくまでおかまの VTuber です。よろしくお願いします。よし、次なんだ。身長とか体重興味ないやろみんな。興味ないでしょ。じゃあそう大事なやつ、活動内容ね。これは大事よ。活動内容は大事。主に YouTube で最初は活動していくつもりっていうか、活動していく。で、じゃあ何して活動するかっていうのは、まず第一、ゲーム実況。これは、外せない。私が好きだから。で、じゃあ何のゲームやるかっていうと、ストラテジーとか、ターン制のゲームとか、シミュレーションゲーム。で、あとはローグライク系のゲームとかがメインになります。この辺のゲームメインに実況していくから、もしかしたら今人気の VTuber さんとか人気のゲーム実況者さんたちと比べたらちょっと異質な感じになってしまうかもしれへんねんけど、そこはやってみないと分かんないということで、やってみます。そのゲーム、今言ったゲームが好きっていうのもあるから、私自身が。だから同じ趣味が持ってる人とかいたらね、ぜひぜひ私の動画を見に来てくれると嬉しいです。チャンネル登録に関してはお任せしますぶっちゃけ動画見てもらうだけでだいぶ嬉しいんで、チャンネル登録するかどうかはもう完全にお任せです。じゃあ次、何かあったかなよ。そうだ、これも言おうと思ってたんや。多分私のことを一目見た時に思った言葉、どの辺がオカマって思ったよなみんな。大丈夫、私もそう思うから違うのよ。これにはちゃんと理由があんのよ。深くはないけど浅い理由があんのよ。で、なんでかっていうと、私ね、デビューする時に男の姿と女の姿両方用意しようとしてたのよ。で、そのゲームとか配信とか、今後コラボがあるか分からんけど、そういう用途に合わせて姿をね変えながら活動しようと思ってたのよ。悪魔やんか、私悪魔やからさ、性別なんかないわけよ、厳密に言えば。だから男の姿とか女の姿に変わっていろいろ活動していこうと思ったのよ。でもね、予算がなくなったのよ。マジか、むっちゃ金かかったもん。この金かかったっていうのはもう機材とか全部揃えてのお金がかかったっていう意味ね。決してパパとママへの悪口じゃないから誤解なきようお願いします。いやー、貯金ね、結構貯金してたんやけど、想像以上にぶっ飛んだね、お金が。でもその回あって見てください、これすごくない？これむっちゃ可愛いんやけど、もうどうしよう、自分が自分で褒めてあげたいわ、もうこれ。そうっていうわけがあって、オカマ要素が吹っ飛びました。今はオカマ男性バージョンと思っていただければ幸いです。
金ね、ちゃんとお金もう一回貯めて女性バージョンも作れたらなーって思ってるけど、まあそれはおいおいね、おいおいやっていきましょう。で、あとなんか、そうだ、私のこの初配信の上では絶対外せないことが1個だけあった。これだけは外せない。私のためにね、死ぬほど頑張ってくれた人がおるから、その人たちだけは紹介してあげたい。だから紹介ページじゃない紹介時間作らせて。ちょっと待って。そのためにまずはちょっと私がちょっと邪魔だから一旦ちっちゃくなりますと。 OK。 じゃあパパマー紹介、イエーイ。パパマー紹介させていただくわ。まずはいや2人とも載せちゃおう、一気に。違う、待った。事故ってる。よいしょ。なんだったら何も見なかった。いいわね。じゃあパパマー紹介行かせていただきます。ピッイエーイ恥ずかしいわ。事故がなかったらもうちょいマシだったわ。はい、まずイラストレーターまんまの紹介。なんと私のまんまはミントチョコまんまよ。いやー、まあ私のこのビューティフォーなボイスじゃない、何言ってんねん。それはちょっと気持ち悪いから忘れて。私のこのビューティフルなフェイス見てもらったら分かると思うんやけど、めっちゃイケメンやろ。立ち絵用意したらよかったな。しくった。ちょっと待ってや。これ今から入れれるから。タンプ。私の立ち絵。オーケー、あった。こっち。なんと。でかい。超絶でかい。ヒュッ。ヒュッ。ごめんな。これは最初に用意しとけばよかった。具だくさは申し訳ない。全身はこんな感じよ。どうよこれ。私むちゃむちゃ可愛くない？そしてかっこよくない？素晴らしいわ。いやー、ほんまにな。なんで未だにミントチョコママが私の仕事を受け入れてくれたかが未だに分かってないのよね。感謝しかない。しかもこれな、また作業が早いのよ。ほんとに作業が早い上にクオリティが高い。びっくりしたわね、ほんと。これそうんでね、今回初情報、ちょっと待ってな、今回初情報、ミントチョコまんまにね、ちゃんとした立ち絵、ちゃんとしたって言い方変やね、新規でイラストを描き上げてもらいました。これです。ダン。すごいかわいい。そしてかっこいい。見てやこれ。ちょっと待ってや。ほらこれごめんな、一回パパママごめんな、隠させてな。どうよこれ、バグってるぐらいかっこいいな。いやー、すごい。本当に美しい。本当に美しい。素晴らしい。もう文句のつけようが1ミリも見っから。かっこいい。嬉しい。しかもな、またこれな、仕事上がんのが早いの。ママこれお願いしてすぐ上がってきた。これびっくり。ほんまにびっくりした。むしろこっちの作業が追いつかんくて申し訳ないぐらい。興奮したら喉乾いたな。まあいい。私の喉は潰れても構わん。というわけで、ミントマンマー、これちょっとイラストをここに置いとかしてもらおうか。さあ、じゃあ次はパッパの紹介。パッパ、アマセオルコパッパでございます。イエーイ。さあ、そう、パッパはね、ライブ 2D のクリエイターでありながらセルフ受肉をしていらっしゃる私の大先輩 VTuber に当たります。しかもね、このパッパね、驚くことにね、何やったかな、その、ライブ 2D の VTuber クリエイターの9月部門やったかなに
見事表彰されてて、そのライブ 2D の会社さんから表彰されてるのよ、9月の部門で。これはなマジでビビった。いや最初な仕事お願いした時そのこと知らんかったんよ。いやまあ知っとけって話なんやけど、最初お願いした時はむちゃくちゃクオリティ高いってだけで俺お願いもう断られるの覚悟でお願いしたから、最初はその9月にそんなすんごい表彰にされてると知らんくて、調べた後に知ったよね。これ申し訳ない。まあでもこれはねそうで、これに関してはもう私をまず見てもらった方が早いから、ちょっと一旦パッパと、マンマを一回ちょっと閉じて、ヒュッ、私のサイズを大きくして、ピッ、私を一回消して、ほんで、黒巻きをオフ。 OK、 これで見れるかな。いや多分マジみんなびっくりするで、このパッパの可動域、オルコパッパの可動域、まずもう左右なんかもう見ろよ、この滑らかな動き、すごない？今時こんな動かせる人おんねやっていうぐらい動かせるよ。もちろん上下上下でな、表情もな全然なじゃない、表情もすごいのよこれ。まず真顔、笑顔、ニカイーンって口もできんで、イーンでな、こっからパッパのすごいところよ。よう見といてや。わかる？すごない？口ちゃう、ほっぺた膨らむのよ。これマジでびっくりした。こんなんできんねんな。マジですごい。うわすごいやろ。いやこれ送られてきた時マジ道着も抜かされた。びっくりした。で他にもいっぱいあんで、どれ見せよっかな。じゃあこれ見た？そうベロ出せんのよ。すごない？ベロ出せんねんで、もう意味わからんやん。いや意味わからんねん。これな全部いっぺんに送られてきてんけどな。いやー焦ったねほんまに。いや申し訳ないぐらい仕事させたなってほんまに感謝でいっぱいです。ありがとうございます。実はねこれ以外にもまだまだあるのよ。何見せよっかな。そうね、じゃあこれとかどうかしら。わかる？何してるかわかる？私が今目キラ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 これ以外にもねいっぱいあるよ。まだまだあるよ。私のお気に入りこれわかる？これこのじとめかわいない？これなめっちゃクオリティ高いね。しかもむっちゃおもろいやろこれ。このじとめはね私のお気に入りの一つなのよ。とまあこんな感じでものすんごい可動域、ものすっごい可動域があって、しかもこんなぬるぬる動いてむちゃくちゃ表情パターンもほっぺたも膨らむ、ベロも出せる、あいうえおも当然できる。しかもこれなまだまだ表情あんのよ。あともう一個ぐらい見せよっかな。はい、泣き顔でございます。
どうこれ私好きなのよ。まあ、すごいよね、オルコパッパ。もう見てもらった方が早いっていうのはこういうことよ。もう見てもらった方が早い。早い。えい。と、まあ、こんな感じで、ちょっと待ってや。と、まあ、こんな感じで、シュッ。パッパマンイラスト OK と、まあこんな感じでね、私のために死ぬほど頑張ってくれた人がおるの。この人たちは絶対ソリー。この人たちはな、もう絶対何が何でも先に紹介したかった。いやー、ほんまに私の無茶ぶりにお答えしてくれたパッパマンマ、ミントチョコマンマ、オルコパッパ、ほんまにありがとうございます。ほんまね、ループ再生してるのがバレてしまった。いやー、これからね、多分いろいろ活動していく上で、いろいろ無茶なお願いとか、なんかもしかしたら困らせるようなことをしてしまうかもしれません。でも、頑張れ頑張りますので、どうかパッパマンマともどもよろしくお願いします、皆さん。オッケー。とりあえず私が言いたかったことは全部言えたかな。じゃあ今回はね、私は、自己紹介以外にもやりたいことがもう一個だけあります。それはゲーム実況でございます。これに関しては私が主に、戦っていくフィールドになっていくわけだから、実際ね、一個まず動画作ってみたんで、ぜひぜひみんなに見てもらいたいです。なんで早速見ていただきましょう。ちょうど BGM、ちょっと待ってな。BGM 一回止めます。そうなの。私の動画をね、一個作ったから見ていただきたいんですが、でその前に、なんか言いたいことあったけど、忘れたな。話してるうちに飛んでしまったわ。まあいいか。そうよな。そうよな。いいよな。オッケーオッケー。ごめん。ごめんな。というわけで、じゃあ皆さん、お楽しみしていただければと思います。どうぞ。というわけで、私が一番最初にやるゲームはロボトミーコーポレーションアブノーマリティでございました。どうでしたか、オープニング。いやー、ちゃんと作れてるか心配やけど、多分大丈夫なはずです。大丈夫なはずです。ごめんな、初めて作った動画やから、もしかしたらクオリティ低いかもしれんけど、ごめんな。こっからいろんなゲームしていく上で、ちょっといろいろ勉強しながら動画はもっとクオリティ高いもの作れるようになっていくんで許してください。音とか大きかったら、ごめんな。ごめんな。というわけで、じゃあ早速実況動画始めていこっかな。やっぱ最初はな、さっさと始めてほしいやろうからな。話は聞きたくないでしょ。オッケー、任せろ。そうや、一応前置きしておくと、ロボトミーコーポレーションを選んだ理由は、1個はその韓国、確か本社が韓国にあるんやったかな、かなんかで、私のイラストレーターであるミントママの母国っていうのと、オルコパッパーの母国である日本、両方の国でむちゃくちゃ人気が高いゲームっていうの何かなって探した時にロボトミーコーポレーションがあったのよ。だから一番最初はこれって決めてた。ただな、めっちゃむずいらしいねこのゲーム。だから頑張っていきましょう。レイワンスタート。音聞こえてるよな。ちょっと待ってな、最初に確認しとけ言うねんな。音大丈夫よな。聞こえてるよな。聞こえてるな。オッケー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 。
失礼しました。おお。OO0303、それはあなたを裁く救世主であり、奈落へ落とす執行者です。わお。楽しみだね。これはクリックね。あら、かわいい。アンジェラ。こんにちは、X。ロボトミ社への入社を心より歓迎します。私はあなたがより快適に我が社に適応できるようサポートするアシスタントであり、話し相手であり、秘書を務めます AI のアンジェラ。ってことは、コンピューターなんや。へえ。名前は人間だけのものではないですからね。ちょっと笑ってるの可愛らしいな。白衣姿ちょっと可愛らしいよね。世界の翼のうちの一つで私は作られました。それはすなわち、私はこの時代に現存する最高の AI であるということです。世界の翼っていうのがなんか組織であるって感じなんかな、この話し方的には。あ、何も言わなくてもあなたの言いたいことが分かりました。ムカつく。ムカつく。なんか AI なのにどうしてそんなに人間にそっくりな姿なのかが気になりますか？いいえ、私は気になりません。どっちかっていうと、あなたの肌白い方がずっと気になるわ。ですが、私が存在するこの場所が私の世界の全てであるのが私とあなたの差です。私はあなたのためにシステムを作動させ、扉を開けたりコーヒーを沸かすことはできますが、この会社の外に出て、外の日光を見たり、吹き抜ける新鮮な空気や風を感じることはできないという意味です。はー。ってことはあれか、AI、どうなんやろ、ホログラム的なこう、立体映像なんか、アンドロイドみたいにこう、自我、体を持っているのか。まあでもこの話し方的には、前者やな。ですが、私の姿は見ての通り。髪は雨が晴れた日の朝のような澄んだ空の色で、声はこの世で最も賢い人物の音声を使用し、この顔はこの世で最も笑顔が美しい人の顔を模したものです。最強やんか。あんた VTuber にならない？向いてるわよ。冗談ですよ。そんな人間が存在するわけないじゃないですか。最も人に好感を持てるような要素を組み合わせて私の姿は作られたのです。これあれよな、なんかだいぶ前やけど AKB かなんかでもあったわよね。全員のいいとこの顔を合成した絵と。なのであなたも私に好感を持っていただけたら幸いです。強いて言うならこのようなマルチタスクの業務は AI に任せた方がはるかに効率的です。ほとんどの分野で私は最高です。めちゃくちゃほんまにすごいんやろうな、こんだけ自信持ってるってことは。私は数十人分の仕事を同時に行うことができるのです。おそらく私によって多くの人が失業したことでしょう。残念なことです。なんかそういうのデトロイト・ビカム・ヒューマンでもあったよな。私の自己紹介も済んだことですし、何か質問はありますか？会社について、またはアンジェラ、これちょっと私。はい。会社について、アンジェラについて。じゃあ、アンジェラについて。今度はまた私が邪魔。ごめんなさい。私を作るために3桁を超える数の人間がとても長い時間をかけて研究したそうです。様々な新しいアルゴリズムの機能を誕生し、AI の歴史が新しく書かれていったのです。そして今、私は会社のために仕事をしています。そして、私たちはアブノーマリティという存在を発見しました。これな。これ、大事な言葉。アブノーマリティ。アブノーマリティを説明するのは、多分ゲームやってみてからの方が早いと思うから、ここでは割愛するな。ごめんな、みんな。説明してくれた。アブノーマリティという存在から特殊な方法でエネルギーを抽出する方法を見つけたのです。もちろん、今では人工知能はどこにでもあるような一般的なものになりました。ですが、彼らと私の差は、私は人間に最も近い感情を感じることができるのです。その他にも、全ての機能において、私はあなたの完璧なパートナーになるでしょう。そして、かっこいい。体あるんかなこれが。体あるな。そして、あなたは実にタイミングのいい時期に入社されました。我が社では、持続的にシステムのアップデートを繰り返し、より効果的にエネルギー抽出方法を見つけていく段階にあります。そしてたった今、新しい方法のシステムにアップデートしたばかりなのです。これまでの管理人よりかは快適に仕事ができると思います。ってことは、前任の管理人がいたってことか。これは私からの歓迎プレゼントとでも思っておいてください。それでは仲良くしていきましょう。あなたのことも話そうと思っていたわ。
いい加減に忍耐という概念を学習しなさい。ああ、すいません、管理人。あなたに紹介する他の AI たちがいるのです。おう。私一人ではこの巨大な会社を全て制御するのは無理があると判断した。とある方が部門ごとに統率権を持つ AI を一人ずつ置いたのです。人間に例えると、私が大脳で彼らが小脳といったことでしょうか。といったところでしょうか。ごめんな。読み方間違ってたらごめんな。多くの AI の中からあなたが最も信頼し有能と考えるのは私以外にいないという意味です。むちゃむちゃほんまに自信あんねやろうな。ですが今は彼らと挨拶を交わす時のようです。わお。あ、デイワン。背後から走ってくる足音が聞こえる。あ、マルクトちゃん。時間ちょうどの到着ですよね。今の時間は。1分ぐらい遅れましたが、これぐらいは許容範囲ですね。いやー、厳しい。でもなんか大企業っぽいな、私が入社したのは。ロボット便車に入社。本当に歓迎します、管理人さん。歓迎しているところ悪いけど、アンジェラも多分映ってないだけで横におんねんな。我が社では1分も重要な単位よ、マルクト。簡単に自己紹介だけして次の会議の準備に戻りなさい。アンジェラに怒られてしまいました。同期なんかな、呼び捨てやな。私だけじゃなくて他のセフィラのみんなも管理人さんに会いたがっていましたよ。正確にはみんなではないのかな。おっと、自己紹介を忘れていました。私の名前はマルクタです。コントロールチームを担当しています。コントロールチームなだけあって責任重大なんです。ごめんな。私は施設の基本的な機能が向上するよう全力で管理人さんをサポートします。もしかして管理人の仕事が難しくないか心配ですか？最初は分からないことだらけだと思います。私もそうだったので。できる先輩って感じやな。でも大丈夫です。私が全力で管理人さんをサポートしてあげます。確かに私は、完璧じゃないです。実はそのせいでいっぱい怒られました。わかるわ。私も仕事めっちゃ怒られたことあるからわかるわ。例えば制服の修繕でボタンを全部裏につけちゃったり、なるほど、それは砂糖と間違えて塩入れちゃって職員の食事を台無しにしたり、なかなかえぐいな。でもきっと大丈夫です。私ができたみたいに管理人さんもちゃんとできると思いますよ。まずは初仕事なので簡単な業務をしてもらいますねと。ではお互いに頑張りましょう。いい子だね、マルクトちゃんは。もう嫌だ、耐えられない。管理人ですよね。中にいるんでしょう。ここから出してください。あなたなら可能じゃないですか。あなたは管理人、私たちは違う。何でもできるはずでしょう。これはまずそうだね。コントロールチーム飽きちゃったの？私は毎日楽しいのに。恐ろしすぎるんだ。私はもう耐えられない。こんな仕事続けてたら頭がおかしくなってしまいそうだ。それは君、もうできないってことなのかな。うわ、真顔。助けてください。お願いします。ここから出して。もうここにいたくない。お願い。管理人。総責任者は管理人ですけど、この職員は私の部門の、職員なので、私が解決しても良さそうです。私に任せてください。ごめんな。こっちがマルクトに任せる。こっちがマルクトに任せない。じゃあ、任せよう。認めてくれてありがとうございます。いい笑顔やけど、これ怖えぞ。ご心配なさらなくても大丈夫です。こういうことはよくあるので。管理人にとってはこれが初めてでしたね。普段はアンジェラや私の方で処理していますからね。まったく、忙しくて大変なのに仕事増やされると困るんですよね。これ、そんな、待ってくれ、助けて、管理人怖ミッション1、きっとできますよ。管理人の基本はアブノーマリティたちのお世話。私たちはアブノーマリティを管理して、その結果としてエネルギーを集めるんです。この会社の基本で重要な仕事ですから、必ず成功してください。ミッション1、アブノーマリティ作業を3回行う。チュートリアルやね。そう、ごめん、言う忘れてたけど、ちなみに私、チュートリアルはさすがに終わらしてるから。操作関係でごたつかんように、チュートリアルだけはやりました。管理人、部門はいつでも開放して管理を開始できますよ。コントロールチームを開放して管理パートに行きますか？確認。
これあれやね、たまにこう、私があれやな、邪魔になってしまってる時があるね。申し訳ない。はあ、ここは結構やばそうなんだね。記憶貯蔵庫。ああ、なるほど、なるほど。これね、このゲームはね、この記憶貯蔵庫っていう、こういう職員を配置するフェーズと、この後のそのミッション中の管理フェーズっていう2つのフェーズがあるんやけど、こっちの画面に関しては、今できることがないから、次回ちゃんと説明するわ。多分今説明しても、いっぱい単語を言われて何もわからんくなると思うから、ここは一旦、ここでスキップさせてもらうな。ごめんな。次回絶対説明するから、多分その方が分かりやすいから。というわけで、スタート。これが管理画面。これ今、管理フェーズな。これ私ちょっとでかいかな。ちょっと待ってな。多分ゲーム画面メインに見たいと思うから、私ちょっとちっちゃくして。OK。これが、私、アダム。これは、名前書いたいねんけど、最初のキャラ名前変えられへんのよな。で、最大体力が20、身長差が15、自制心が17で、正義が17。まあこれざっくり説明すると HP、SP、作業効率とか作業スピード、暴れたアブノーマリティを鎮圧する速度みたいな感じかな。まあ攻撃速度かなっていう感じで、まあ今はそんなに気にせんでも大丈夫よ。でこれがアブノーマリティ。このゲームでのめちゃくちゃ重要なポジションのキャラクターで、このアブノーマリティっていうのはよく言う、多分みんなで分かりやすく言うなら SCP って知ってる？私全然詳しくないんやけど、その SCP っていうこの超常現象とか、なんかこう科学とかでは説明できひんような事象とか現象を起こしたりできるような存在のことを SCP って言うらしい。でアブノーマリティっていうのはいわばその SCP のことで、そのアブノーマリティを管理することで莫大なエネルギーを生むことができるようになったんがそのうちの会社らしいのよ。でそのアブノーマリティからエネルギーを取って会社を経営してるから、私たちはアブノーマリティからエネルギーを抽出する作業を今後行わなくてはならないと。ごめんな、話しながらってなんかその私そもそもシミュレーションとか結構好きやねんけど、シミュレーション系のゲームってさ結構説明不十分やったりすると思うのよ。これは私の思ってることやねんけどな。だからその私の実況ではできるだけこう分かりやすく説明してあげたいのよ、初見の人にも分かるように。シミュレーションとか苦手な人とかでもちょっとやってみようかなって思えるぐらいのハードルにはしてあげたいのよ。全然慣れたらむちゃくちゃ面白いし簡単やから、シミュレーション系とかは。だから細かい説明とか結構入ってまうかもしれんけど、苦手な方はごめん、ちょっと5秒スキップとかして見てもらえると助かります。というわけで早速作業していきましょう。さあまずは作業をしなくちゃいけないんやけど、この4種類の中から作業を選べて、適切なこのキャラアブノーマリティに対して適切な作業を行わないと大変な目に遭っちゃうんですよ。ただ私さっきも言ったけど、そのチュートリアルしかやってないからどんくらい大変かとかは正直分かってません。で、4種類のうちの1つ本能、2つ目、洞察、3つ目愛着、4つ目これは制圧かな。ごめんな、漢字得意じゃないから読み方間違ってたらソーリー。そうだね。でこの4種類の中から選ばなあかんから、まずはじゃあ本能選んでみましょう。そう選ぶと、適用してる職員がアブノーマリティの部屋まで移動して作業を開始しますと。はい。現在我々は O0303 の部屋に生殖そう、ここ見といて、ここ見といて、ここ見といて。ここね、今なんか緑のボックスと白のボックスと黒のボックス増えていってるの分かるやんか。これは緑のボックスが増えれば増えるほどエネルギーが抽出できてて、赤のボックスが増えれば増えるほどエネルギーの抽出に失敗してるってことなのよ。で
今見てもらったら分かると思うんやけど、これ結果5ポイントエネルギー抽出できました。ではこの5ポイントここに溜まっていますと。でこれがこの右側の数字に達することができれば1日の作業が終わるのよ。終わることができる。なんで、まずはあと3回作業を行ってみましょう。じゃあ次は愛着でやってみようかな。さあ愛着で作業させたいな。そうやな。ちょっとこの間にちょっと説明しようか。結構この探索管理フェーズって言ったらいいかな。このフェーズでそのやらなあかんことっていうか、こう説明せなあかん UI って結構多いねんけど、一気に全部説明しても多分分からんと思うからどうしようか迷うねんけど、時間がちょっと余ってるから説明しようか。 OK、ごめんな、ちょっと説明させてな。じゃあ、ここに O0303 って書いて O0 かな、030303なんかな、ちょっと分からんけど多分0かな、00303かな。ここをポチって押すとこのアブノーマリティに対しての管理画面が出るのよ。これに関してはちょっと別撮りで分かりやすく動画撮ったからそれ流すからどうぞ。それじゃあちょっと説明させていただきましょうかね。ちなみにこれは別撮りです。なんで、今から視聴者にお見せする画像とかは今プレイしてる私には一切分かりません。というわけで、視聴者の人用の説明しよっかな。そもそも多分この画像バッて見せられた時にもうちんぷんかんぷんなんでこっちゃっていう感じだと思うから、できるだけそういうので視聴者が置いてきぼりにさせたくないから、細かい説明とか入れながらちょっとどういうこう画面なんか説明していこうかなって思います。ただそんな難しくないからさらっと聞き流すぐらいでも大丈夫です。でまずはこのアブノーマリティの基本情報、これ大事、超大事、むちゃくちゃ大事よ。これ今何も分かってない状態やんか。一応あらかじめもポイントを集めてるから見れるようにはしてるんやけど、例えば、今はこれ何にも分かりません。何にも分からないからまずアブノーマリティのことを知りましょうと。あっていったな。はい、見えますか。潜在写真とこのアブノーマリティがどんな攻撃をしてくるのか、どれだけマックスポイントを得ることができるのか、作業結果がどういう値になれば良しになったり、普通になったり、良いになったり、普通になったり、悪いになったりするのかがこの基本情報から分かんねえ。多分もうほんまにこれだけやからそんなさらっと聞き逃して大丈夫です。次、アブノーマリティの管理方法、これも大事。はい、こっち管理方法、たった一つの罪と何百もの善は作業結果がいい場合、作業を行った職員の精神力を回復させた。当時作業を行っていた職員ノアは精神が清められる気分だと証言した。これだけ見るとなんのこっちゃ。じゃあもう一個覗いてみよう。こっち、たった一つの罪と何百もの善の作業で全ての E ボックスを P ボックスで生産すると、たった一つの罪と何百もの善がいる部門職員全員の精神力が回復。なんだこっちゃわかんねえ。でも他のアブノーマリティとかをこう管理方法を見たときに、こういう作業はしないでくださいねとか、こういう作業をすれば安全にクリアできますよっていうのが分かるようになる。こういう何のこっちゃ書いてるかよう分からんことも書いてるから、この辺はアブノーマリティ次第なんよな。これがまた面白い。じゃあ次、ブラブノーマリティ作業好感度、これ結構なブラボー一番大事だと思ってるのよ。これはしかも少ないポイントで開けれるから、こっち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 開けたらこのアブノーマリティがどの作業に対して有効かはたまた有効じゃないのかが一目で分かるのよ。
見てもらったら分かると思うんやけど、例えば愛着、このアブノーマリティに対して愛着作業を行うと、どんなレベルであろうと高い確率を、成功率を出すことができるのよ。逆にじゃあ例えば本能の作業をこのアブノーマリティに対して行うと、レベルが低い時は1とか2とか、低い時は別に普通なんやけど、レベルが3、4、5って高くなっていくと、このアブノーマリティに対してはデメリットになる。失敗する確率が増えて、ここの作業結果が悪いに近づいてしまうのよな。でこのアブノーマリティは多分ってこと、その作業結果が悪かったとしても別に大したデメリットはないんやと思うけど、アブノーマリティによっては作業結果が悪かったら脱走しちゃうやつもおんのよ。だからなるべくアブノーマリティにはいい結果を出せるように情報をどんどん開示していくっていうのが大事になる。次だからここを先に開けて、どの作業をすれば安全かっていうのを確認できれば、割と安全にアブノーマリティを管理できる確率が上がる。次ね、アブノーマリティの脱走情報。これはね、後回しでもいいと思うのよ、ブラボー。なんでかっていうと、こっち。ここは非脱走オブジェクトか脱走オブジェクトかの2つを確認することができるのよ。文字通り脱走するかせえへんかっていうのがここで分かんねんけど、脱走するっていうのが分かっても、もう止めようがなかったりどうしようもない時も結構出てくると思うから、脱走するのが分かっても正直最後でいいかな、それ分かんのは。だからブラボー的にはこれ後でいいと思う。まあ分からんけどな、どんなアブノーマリティがおるか分からんから一概には言えんけど、まあでも今んとこは最後でいいんじゃなかろうか。次に、EGO ギフト。これは、このアブノーマリティに対して作業を行っていると、正確率 5% かな、 5% の確率で装備アイテムがもらえるのよ、タダで。だから、装備アイテムの効果とその確率がここで分かりますよっていうだけの話です。はい、次。もう読んで字のごとく、武器と防具。EGO 武器って書いてるけど、まあ EGO はそんな気にせんでいいよ。とにかく武器と防具。このアブノーマリティに対して、作業を行い続けるとポイントがたまります。ポイントがたまったら、これは15ポイント、防具は10ポイントの、ここのポイントを使うことによって武器と防具を作ることができるっていうだけだから、この武器と防具欲しかったら、いい性能の武器とか防具があったら、こっちよりも先にでも先に武器とか防具を狙うのもありなんかな。どうなんやろな。ちょっとその辺はまだ全然やってないから分からへんねんけど、ここからおいおいやっていくからちょっと判断していこうかってな感じかな。ちょっと長なってしまったけど、大体のざっくりした説明はこんな感じ。こんな感じ。このちょっと1個忘れててんけど、この観測レベルは自動で勝手に解放されてって、ここの条件、基本情報とか管理方法とか、作業好感度とかを解放していくと勝手に上がって永続的にバフをもらえるのよ、このアブノーマリティに対しての。だから、ここは勝手に増えていくから基本無視でいい無視でいいって、無視じゃあかんけど無視でいいで、以上こんな感じかな。どうやろ、分かりやすく説明できてたらいいんやけど、何分ちょっと私もこのゲーム初めて1日目の撮影終わりにこれ今別撮りしてるから、完全に知識があるわけじゃないのよ。だから間違ってることとかよくわからんこと言うてるかもしれへんけど、その時は、コメントでなんか教えてくれたり、ここがわからなかったっていうのを教えてくれたら嬉しいです。じゃあ本編に戻りましょうか。どうぞー。どうでしたか。多分これで大体のことはつかめたんじゃないでしょうか。
まあもしなんか分からんこととか分かりづらいこととかあったら、そのコメントとかで書いてくれたら、全然もっと細かく分かりやすくできるように気をつけるんで、ぜひぜひコメントくれると嬉しいです。じゃあ、残りの作業をやっちゃいましょう。はい、作業完了です。この15エネルギーを貯めることができたから、ここの Day1 業務完了を押すと1日目終了でございます。まあ初日やからな、初日やから大きなトラブルはないな。さすがに1日目からやばいってことはなかったな。じゃあ Day1 終了と、マネージメントレポート、このミッションクリア、ステータスの概念上がんねや、これちゃんと。勇気が上がって自制が上がってるってことは、アブノーマリティに対して勇気と自制の作業をさせたからステータスが上がったってことか。なるほどね。ってことは、アブノーマリティにいっぱい作業させると職員が育つってことは結構いいね。作業スピードとかも多分これで速なったりとかするんやろうからいいな。なるほど。1日ごとにアブノーマリティが増えていくのか。これはむずそうやな。O0112。彼女は以前はとてもおしゃべりだった。結局、孤独が唯一の疾病、これはなんて言うんやろ。聴衆かな。ごめんな。漢字読まれへんくてごめんな。許して。O0256。人々は大昔から罪を犯してきた。なぜ彼らはそのようなことをするのだろう。それが悪いことだと知っているの。F0483。妖精があなたを助けている間、すべてが平和になるでしょう。怖え、どれも怖え。怖え、孤独を抱えてる何か。人々は罪を犯してきた何か。妖精な何か。ちょっと見てみたいのは妖精かな。妖精があなたを助けてる間、すべてが平和でしょう。未来を作るために恐怖に立ち向かい。現在のロボトミー社の創設者、ここでは A と呼ばれる男がこのスローガンを作りました。2つのうちどちらかを選ばなければならないとき、あなたはどちらを選びますか？ごめんな。はい。恐怖に立ち向かう、または未来を作る。そうだな。未来を作る。よいしょ。未来は私たちが望むと望まないにかかわらずやってくるものです。それを単に受け入れるか、新たに想像していくのか、2つの方法があります。私たちは革新的な技術です。企業です。エネルギーを抽出するということは、本当に非常にこの上ない。私がもっと感情表現が豊かな AI でないことが羨ましいです。憎めしいです。眉潜めてる。ちょっと可愛らしいな。外のつまり技術なのです。私たちの新技術は人類を救うことでしょう。そして未来を変え、新しく創造していくのです。先日は少しトラブルがあったみたいですね。管理人室のセキュリティは私が担当しているんですが、各セフィラの会議室はチェックしていませんでした。申し訳ないです。コントロールチームの職員1人を退社。なるほど。すがってきた職員は辞めさせられたんか。素晴らしい判断です。我が社での退社がどんな意味なのかすでにご存知ですか？知らないって顔ですね。私って伝えるべき情報と伝えてはいけない情報をよく間違えてしまうみたいです。私が当然だと思っていたことも管理人には当然じゃないことだったかもしれません。私たちの会社では様々な役割があります。例えば、お芝居では自分が自分の役を徹することで舞台全体を盛り上げていますよね。もし一人が自分がやりたくない役という理由で舞台を途中で降りたらどうなると思いますか？決められた時期、決められた役割を終えてから退場するべきなの。途中で舞台を降りるってことは、その時点でその役目の命が終わることなんです。私たちはそれを退社と呼びます。この辺はやっぱAI やから
心がない感じするね。管理人さん、私がお願いした仕事を無事成功したみたいですね。管理人さんができると私は思っていました。マルクトちゃんはあれやね、そのアンジェラかな、アンジェラと違って結構感情が、笑顔が素敵よね。私裏で管理人さんのことを一生懸命応援してたんですよ。助けてくれよ。じゃあ私も今日はコントロールチームの合同訓練を無事終えてきたんです。今日の訓練で一人も離脱者や負傷者が出なかったんです。職員のみんなもすごい成果を見せてくれました。でもまだ足りません。管理人はアブノーマリティよりも恐ろしいものを見たことがありますか？たまにですが、収容室から抜け出した者が廊下をさまよっている時があります。どれだけ訓練をしてても実際のアブノーマリティに比べたら全然足りないんですよ。いくら私が作戦や計画を立てても不測の事態は起きてしまうんです。私はたまにそんな者たちと遭遇するたびに不思議と恐怖とは違った感情がするんです。なぜ笑っているんだ。変ですよね。胸がざわつく感じで破裂しそうに胸が高鳴り、自分が自分じゃないみたいな。私の中で何かがうごめいている感じがするんですよ。少しずつ少しずつ。怖えー。何ここ、大丈夫かここの会社。マルクとミッション。自分の役割に忠実に。ただ管理するだけじゃなくて結果も重要なんです。アブノーマリティの気分がいいほどエンケファリンのボックスがいっぱい溜まるんですから。エネルギーのやつね。アブノーマリティの気分を良くしてエネルギーを集めること。過程がどうであれこれだけを考えてくださいね。作業 E で4回完了すると。はー、なるほどね。これで2日目と。お、これは何だい？研究プロトコル。ゲーム速度の加速。加速プロトコルで最大2倍の速度で管理できる。合同式。他部署の作業指導可能。合同作業訓練を通じて部門間を横断した業務命令が可能になります。ちょっとわからんな。集合命令。散らばった職員を所属部門に集合。職員に無線機を支給し、所属部門に呼び戻します。こうやってちょっとずつ恩恵を得られていくのか。とりあえずこの横2つは意味がわからんから、ゲーム加速度2倍をちょっとこれでいいよな。はい、やってみようか。なるほどね。こうやって管理していくのね。了解了解。じゃあデイ2に関しましては次回ちゃんと動画上げていく。またそのゲーム実況のみに特化してまた動画上げていくんで、よかったらまた見に来てください。いやーごめんな。初動画配信やからちょっと至らんところとかもっと早せえとかなんかもっとこうしろよって思うところとか至らん点いっぱいあったかもしれんけど、今後活動していく上で改善とかしていくつもりなんで、いやしていくんで、よかったらまた次回の動画から見に来てくれると嬉しいです。じゃあ本日は、見に来てくれてありがとうございました。ほんまに長い時間な、見に来てくれてほんまにありがとうございました。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあなー。